夜ご飯ができました。なめこそば、ジャンボなめこそばと、タコときゅうりの酢の物です。いただきます。
昨日組み立てて設置したこのキッチンの作業台なんですけど、改めて明るいところで見るとこんな感じになりました。結構丈夫でグラグラもせずシンプルでいい感じかなと思います。もともとはこのキッチンが L 字なんですけど、もうちょっとこう作業ができるスペースが欲しいなということで、せっかくこの面積的にも大きいのでなんか置けるなっていうので探して、ちょうどいいサイズのを Amazon で見つけて買いました。で、このキッチンの吊り戸棚と下の収納は木目調のリメイクシートを貼ったんですけど、だいぶもともとは黒っぽい色でだいぶ明るい印象になったかなと思うんですが、なんかちょっとこの黒い部分との兼ね合いというかだったり、この新しく来た作業台とのこの色の組み合わせ的に、もしかしたら先に作業台を買って後からこれに合うリメイクシートを貼った方が良かったのではという反省があります。ちょっともしかしたらこのキッチンの収納の色に関してはまた実いたら変えるかもしれません。でプラスこの床なんですけど、さすがにキッチンの床をこの同じタイルカーペットで敷くのもなんか床拭けるようにした方がいいかなと思ったので、ちょっとキッチンの床は保留で、なんかこう水拭きがしやすい、石っぽいものとかコンクリートっぽい床を貼ろうかなと思ってます。このぐらいの面積なのでそんなにリビングほど大掛かりにはならないと思うので、ちょっとまた考えようかなと思ってます。ついでなんで現時点での新居もちょっとルームツアー的なことをしてみたいと思います。このダイニングテーブルは、備え付けのものでもともとあったものです。結構コメントでこのタイルが可愛いという言葉をいただいて、私もこれ可愛いなと思うんですけど、ちょっとこのなんか手触りが鋭利というかこう引っかかるところなんかちょっと割れてる部分もあって、なんか結構手を切りそうな予感がするぐらい鋭利な部分があって、で今考えてるのはちょっともったいなくはあるんですけど、この天板の上に天板をこう木で囲うというか、この側面まで木で囲ってしまって、ちょっとカバーみたいな感じにしようかなっていうのを今夫と話していて、もうちょっとでそれができる感じなので、このテーブルは一旦あともうちょっとで見納めという感じになるかなという予定です。リビングのこっちの壁はコンクリの壁で、その下はもともと備え付けであった、収納があります。なのでもうその上に直接このオーディオ関連のものを置いてて、この下はレコード入れたりとかしてる感じです。で、昨日引いた床がこんな感じで、もともとはもうそのままにするか、なんかラグ引くか別の床を貼るかなんかいろいろ考えてたんですけど、やっぱり
寝室の方にこの同じものを敷いた時にやっぱ足触りがものすごく良くて、猫たちのその足腰にとってもやっぱりいいかなというので、もうこっちも全く同じものを敷きました。ちょっと雰囲気を変えるために色を変えようかなとも考えたんですけど、やっぱこの色が一番良かったのでこれに決めました。でこっち側が木の壁になります。窓があってこう木が打ち付けてあるような壁、コンクリートはちょっとなんか対極の感じのイメージで、なんか違う雰囲気があるのもすごく気に入ってます。ソファーは前の家から持ってきたものです。でこっち側に今なんかモンタナのこういうのを置いたりとか適当に物を置いてるんですけど、ゆくゆくはここにコーヒー、エスプレッソマシンを置ける収納が欲しいなと思ってて、なんかいろいろ探してるんですけどちょっとまだ見つかってなくて、理想のものが。でもここら辺ここかこっち側でコーヒーを入れれるようにしたいなと思ってます。この辺になんかワンシーターのソファーとかラウンジチェアとか置いて、この音楽を楽しめる一席を作りたいなという感じです。ここの、ソファーの下、今なんか猫のクッションベッドを置いてるんですけど、ここに、前の家でも使ってた石でできた、コーヒーテーブルを置く予定です。コーヒーテーブルがちょっと引っ越しの時に割れてしまったんですけど、もともとそのテーブルを買ったお店に夫がこう相談しに行ったら、ほぼほぼ元の状態にきれいに修繕してくれるところとこうつないでいただけることになって、でもうすでに別の日に一緒に車で壊れちゃったテーブルをそのお店にも持って行ったので、あと何週間か待ったら多分出来上がってここに戻ってくることになりました。でそのコーヒーテーブルがもともと売ってたお店にこの石のライトが、売ってて、最初に夫が一人で相談に行った時に一目惚れをして、で別の日にテーブルを持って行った時に私もこれを実物を見せてもらってすごく気に入って購入しました。すごい古いものらしいんですけど、なんかこのつぶつぶというか石の質感がものすごく可愛くて、後でまた夜点灯する時に撮ろうかなと思うんですけど、これもまたずっと大事にしていく、家具に出会えて、テーブル壊れて悲しかったんですけど、これに出会えたということで、OK にするかという感じでいます。そう、ちなみにその破損のことなんですけど、その引っ越しで破損してしまったものに対して引っ越し業者の方とちょっと時間をかけて何回もお話をして、おそらくその会社の多分決まりがある中ではとても頑張っていただいて、私たちも一応納得する形の保証をしていただけることになりました。動画のコメントで励ましとかアドバイスとか他の方の体験談とかもいろいろたくさんコメントいただいてありがとうございました。こっちのスペースは寝室とデスクを置く予定の、
オフィススペースみたいな感じの部屋です。もうちょっと和っぽく和風にしていこうかなとかも考えてるんですけど、今はこんな感じです。でこれが反対側のスペースで、一応ここ扉を閉めれるようになってて、別々の部屋で使えるようにもなってるんですけど、大きいスペースの方がいいかなと思って、もう一部屋として使ってます。この前取り付けたこの、本のこの板ですね、こんな感じで浮かせたかったんですけど、ちょっと足りずに下にも本を入れ込んでる感じで、ここももうちょっと何か別の案を考えないとなと思いつつ、でもここにそのデスクをもともと置く予定にしてたので、それを一番大きいものから置いてみないとちょっとわからんなっていうのもあるので、ここのスペースは今なんか一旦止まっちゃっています。ちなみにこれは寝室の私のクローゼットなんですけど、ここに、割れちゃったガラス天板のテーブルの足を入れてます。一応全部こういう部品とかも回収はできてて、ガラスの天板を、オーダーしようかなっていうかしたいなという方向で進めてるんですけど、何せ大きくて、でしかも多分このテーブルを買った値段よりも何倍もしてしまうので、ちょっと難航してるんですけどね、別のやつを買おうかなとかも思ったんですけど、これをじゃあ捨てないといけないのかってなった時に、ちょっとそれは避けたいなということで、なるべくできるだけこのテーブルも復元して私のデスクとして使えるような方向でちょっと今考えているところです。というわけで今のところはこんな感じになっております。また何か進展があったら動画に撮りたいなと思ってます。前から気になっていた堀川新文化ビルジングの大垣書店に今日は初めて行ってきて、本を3冊買いました。特にこれが欲しいなという計画はせずに行って、店頭で気になったものを選んだ感じです。1冊目が生きとるは又吉直樹。又吉先生の本はエッセイを読んだことがあるんですけど、小説は今回が初めてです。でこれ聞くこと話すこと
ユン・ウンデ。この方の本がすごく好きでよく読むんですけど、これはまだ読んだことがなかったので買ってみました。で最後これがあの人とあの時食べた伏野みちる。この方の本は初めてで、なんか美味しそうだったので気になって買ってみました。エーテルバインというワイン屋さんに行ってこんなに可愛いワインを買ってきました。なんかウイスキーのボトルみたいなのに入ってるんですけど、ワインで、しかも三重県のワインらしい。